高橋ファルコンズの千秋です。安藤です。今回は2026年4月から始まる独身税について不満の声が高まっている件について話していきたいんやけど、そもそも子ども子育て支援金制度っていうのがこの独身税って言われとる制度のことなんやけど、なんで独身税って言われとるかっていうことも含めて説明をしていくんやけど、この制度がどういうものかっていうと、政府の子育て政策を充実させるための財源を社会全体で拠出する仕組みのことで、この制度の背景に人口減少やったり少子高齢化に歯止めがかかってない日本の現状があって、で、この制度によって人口減少とかの問題を解消しようっていう狙いがあるんやけど、この支援金の創設によって子供一人当たりに対する支援金額が約146万円増加する見込みで、現行児童手当が平均206万となっとるから、合計すると一人当たり約352万円が子育て支援として支給されるようになると。で、この支援金の用途を先に説明すると、子ども家庭庁の資料によると、用途は多岐にわたっとって、で、かなり多いから、ちょっと重要なところを抜粋すると、例えば、妊娠支援給付金っていうのがあって、これ今はクーポンとか子育て支援グッズみたいなのをカタログギフトみたいな感じで頼めるやつになっとんだけど、それが今後妊娠届と出生届を出したタイミングでそれぞれ5万円ずつ合計10万円もらえるようになるとか、あと出産育児一時金っていうのが42万円から50万円に増額される。あと出産費用が今後は正常分娩の際も保険適用になるとか。で、結構大きいのが児童手当が今まで所得制限があって、親の年収が960万円以上やと今までは児童手当が減ったりとかもらえやんだりっていうケースがあったんやけど、今後は全世帯の子供が対象になると、全額支給されるっていう風に変わる。変わるっていうかもうこれは変わっとんのか、すでに。こういうところの財源に、独身税と言われる子供子育て支援金制度のお金が使われると。で、具体的にどういう負担になるかっていうところ、大事なところだと思うんやけど、これも子ども家庭庁の資料によると、全制度の平均、あくまでこれは平均なんやけど、令和8年から令和9年、令和10年と、それぞれ250円、350円、450円ってなっとって、で、これが本当にあくまで平均やから、例えば、大企業の人が加入しとる健康保険組合やと、令和8年が300円、一人当たりの月額ね。で、令和9年が400円。で、令和10年が500円ってなっとんだけど、資料が非常に巧妙というか分かりにくいんやけど、これって扶養家族も含めた一人当たりの金額やから、扶養家族って社会保険料払ってないからな。だから、下の方にちっちゃく書いてあったんやけど、令和10年の見込みやと、被保険者一人当たり850円の負担になると、月々。で、これが、1年にすると1万200円。で、これ社会保険料と一緒に徴収され、医療保険と一緒になるから、労使折半で半分は会社が負担するから、会社負担分含めると2万400円になるんよ。年間で。はいはい。結構大きいよな、そうなると。でかいな。これが2026年4月から始まって、我々の給料から転引きされていくと。で、これに対して、いろんなところから不満の声が出とって、なんでこれが不満なんかっていうと、そもそも目的不明確な負担やって言ってる人もって、何のためにどれぐらいの期間、自分たちがこの負担を強いられるのかっていうことが示されてないから、多分今後ずっとじゃないかな。これ年々平均の負担額増えとるけど、これいつまで続くんっていう話になっとる。はいはい。どんどんこれ増えてったら、どんどん負担が大きくなっていくやんっていうのと、あと、公平性がないんじゃないかっていう、子育てしてない世帯とか、そもそも未婚の人とかにも一律に負担させるから、不公平感が強い。と、そもそも効果があるのかっていうことにも疑問を持たれとって、経済的な支援だけして少子化が解決するのかっていう疑問があると。で、こういう国民の声が反映されてないから、結局十分に国民の意見を吸い上げることなく、一方的にこの制度が始まっていくから、そうやって不満が出るのは当然やよなっていう感じ。で、そもそも子供子育て支援金制度って言っとるけど、社会保険料から取るわけやから、増税ではないっていうイメージをすりつけるために社会保険料から取るんよな。なるほどね。やっとること一緒やけどな。所得税とかと同じような感じで、子供子育て支援税みたいな感じで取られとったら多分もっとイメージ悪いから、あえて社会保険料から一律というか全現役世代から取るっていうことになっとんだよな。なるほどね。で、この支援金制度の総予算が5兆2000億で、そのうちの1兆円は我々が負担することになると。国民が。岸田政権の時に始まったんやけど、
一月あたり負担額が平均500円つっとって、で実質負担ゼロやって言っとったんやけど、それって結局、政府が推し進めとる賃上げで所得が上がるやろうから、それと相殺したらゼロになるっていう説明なんよな。もうそれは納得いかんよな。確かにな。賃上げで実質ゼロって政府が払う金ではないやろっていう感じやし。実際な、こうやって月1000円ぐらい払うことになってしまうんやから、言っとることめちゃくちゃやな。出てく金は変わってないからな。そう。で、こうやって反対の意見を紹介したんやけど、逆に賛成しとる人とかもおって、X で言われとんのは、独身って本当ずるいと思いませんか？私たちが必死で未来の納税者を育てている間にお金を好きに使って遊んでるんですよ。言っとる人もおったりして。既婚者の意見として。おそらく既婚者やろうな。で、独身税を月3万くらい取れとか。めちゃくちゃやんけ。あとは独身の給料の 90% を独身税として徴収して子供がいる夫婦に配るべきだとか。身勝手に生きて子孫繁栄をサボった意味でも税金をがっぽり取るべきです。そんな風に思われとんのかい、独身は。すごいよな。納税者を育てとるっていう意識で子育てしてる人おるんや。いや、機械だ、それ。そんな経済的に苦しいんやったら子供作るなよって話やけど。確かにな。誰も産んでくれって言うとるわけじゃねえしな、独身からしても。俺ら、実際今、独身でかつ、こなしやから。確かに。この税金は、払う側。にはなるな。だから、もらえるわけではないからさ。確かに。一方的に負担するばっかりなわけ。はい。だから、不満はないわけではないけど。確かに。独身ってだけでちょっと肩身の狭い世の中で、さらに負担せなあかんっていうのは結構厳しいな。これ独身税っていう名目やけど、実際には既婚者も払わなあかん税にはなってくるから。ただ独身者に、リターンがないから、こう言われとるだけで、何に使われとるかっていうのがしっかり明記されとったら、納得できる面はあるけど、実際に還元されるかわからんからな。これ言っとって、今の政府が。しかも、結婚の予定がない人からしたら、こんな払い損やしな。払い損っていうか、自分には全くメリットがない。その間接的に見たらな、人口がもしこれで増えたりして、納税者が増えれば、自分たちにもな、年取った時にリターンはあると言えるのかもしれんけど、そういう長期的な目で見れる国民がどれだけおるのかっていう話にもなってくるし、そもそもこれで少子化が解消されるのかっていうのもあるしな。なんかパフォーマンスに見えるよな。本気でこれで政府が少子化の改善案としてこれ言っとんのやったら、なんかずれとるよ、それは。少子化対策を必死にやっとるふりして、税収をとにかく確保しようとしてるだけなんじゃないかっていう風にも見えるよ。そもそも、独身はさ、今、現状でもさ、使えるさ、控除が少ないやんな。いや、少ない。納めとる税金が多いわけよ、すでに。子供扶養したり、奥さんを扶養しとる人からすると。だからもう、独身税なんてとっくに取っとるんやから。いや、それはそう。これ以上独身こなしに負担を強いるのはどうなんかなとも思うけどな。ただでさえ、世間的に肩身の狭い我々からするとさ、こういう独身税っていう名目で、来年から実際もこれ決定なんかな？実施されるのは納得いかんよな。経済支援が有効なんかっていうのは確かに疑問やな。政府の賢い人たちがそうやって思っとんだやから、そういう結論が出たんやから、完全に間違っとるわけでは絶対ないんやろうけど、個人的には、子供を作らん人たちは経済的な理由っていうよりは、子供に対する責任とかさ、子育ての負担、経済的なところじゃなくて時間的な制約とかさ、そっちを嫌っていうか、そういうのが嫌な人が作らんような気がするけどな。確かにな。あえて、その倫理観とか完全に無視して言うんやったら、経済的な支援にプラスして、子供をいつでも放棄できるっていう、環境とかがあったらもっと作るっていう人を増える気がするわ。いつでも児童施設とかに預けて、もう育児をいつでも放棄できるみたいな。でも責任も取らなくていいよみたいな感じになったら、確かにな。気軽に子供作れると思うけどな。子供がさ、いじめの被害を受けたり加害者になったりさ、今やったらバイトテロとか闇バイトとかでさ、犯罪に加担したりしたら親の責任が問われるやん。賠償とか。確かにな。そういうのが俺は怖いけどな。子供作った時って。確かに金銭的な意味だけじゃなくて、そういうリスクを伴わなあかんっていうのは結構ネックやんな。子供のやったことに親が責任取らんくてもいいみたいな環境になったら子供作ってもいいかなと思うわ、俺は。たまにはそういう独身者にも恩恵がある政策を唱えてほしいとは思うけどな。例えば、今もあると思うけど、結婚、出産とか、そういう方の手当っていうのを厚くしてくれた方が、結婚する人や出生率も上がるんじゃないかなって。SNS とか見とると、この独身税のせいで結婚できんわみたいな主張もあったんやけど、さすがにそれは何でも難癖をつけたいだけやと思うな。月800円、1000円ぐらいの負担が。昔さ、ブルガリアで実際独身税があったらしいんやけど、それは所得の5から 10% ぐらいの
課税やったから、まあさすがにそのぐらいの規模やったら、経済なんていうのも言えるけど、まあ今回に関しては、さすがに年間で考えるとまあ1万前後になるから、痛いっちゃ痛いけど、まあそれを原因にっていうのは、ただ政府を叩きたいだけやなとは思うけどな。子供を作りたい人を作る人を増やさなあかんのに、これから子供を作っていく人たちとか、子育てをしてる人たちからも徴収するから、それはずれとるわ。経済的に子供が作りやんなって思っとる人からすると、さらに切迫した経済状況になるから、まあ、作る気が失せるっていうのもまあわからんでもないけど。お金の問題だけじゃなくて、まあ対象者になるのが、まあ気に食わんっていうのはわかるな。どっちかというと子育て支援というよりは結婚支援した方がいいんじゃないかなと思うけどな。この間、このチャンネルでも取り上げたマッチングアプリか。東京都が開発して、推進しとるはいはい。マッチングアプリの話とかしたけど、マッチングアプリがいいとは思わんけど、そういう結婚支援とか、あとは見た目でなかなか結婚できやん人とかもおるやろうから、生計を補助してあげるとかな。若い男女とか。整形支援みたいな。そうそう。まあそれはあってもいいかもな。容姿が原因でさ、結婚できんっていうの、やっぱ元も子もないから、そればっかりは。それで結婚して出生率上がるんやったら、全然整形もありやと思うけどな。倫理的にどうかとは思うけど。あとは強制的にお見合いさせるとかな。あ、せやな。健康診断みたいな感じでな、年に1回か2回、政府が、国が選んだ人とお見合いをせなあかんとかな。あったら、強制的にな。なんかどうなるんか気になるけどな、そういうのあったら。こういう増税ってさ、結局、富の再分配が目的やん。主たる目的っていうのは。だから、格差是正とかさ、そっちが目的やから、こういう少子化対策という大義名分を掲げとるけど、実際にはさ、金ないのに子供作る人って一定数おるやん。なんかヤンキーとかで。で、離婚してシングルマザーになったりとかな。そうそう、作った子供ってさ、教育とかさ、娯楽とかさ、そういうのが十分に与えられてないからさ、ヤンキーからまたヤンキー生まれるみたいな。はいはい。一種の問題にはなっとる。そうそう、治安がな、悪化したりするから、こういう、まあ、子育て支援制度という名の、まあ、給付金みたいなんで、ある程度教育をさせたりな、まあ、スポーツとか娯楽とかを与えて、まっとうな人間をな、育てていくっていう狙いがあるような気がしとるわ、俺は。なるほどね。とはいえ、独身税、子供子育て支援金は、独身または結婚しとるけど子供がない夫婦にはもうメリットが全くないから、出ていくお金だけ見ればな。だから不満を抱くのは当然やし、俺らも不満あるよな。あるある。あとは普通に結婚してさ、子供がおらん世帯、特に妊活とかさ、しとる夫婦からしてみればさ、ただでさえそっちでお金払っとんのにさ、で、それでさらにこういう課税で子供作りたくても作れんみたいな人からすればさ、たまったもんじゃないよな。子供ができれば、ものすごいお金返ってくるんやろうけどな。ギャンブルみたいやな。中にはさ、体質的にどうしてもそういう人がおるからさ、なんかなって思うな、やっぱり。ナンセンスやと思う。こういう独身税っていう、もっと違うやり方あるってなろうって思うけど。女性で俺らみたいなの30代超えてくると、子供いらんっていう人が増えてくるっていう話聞いたことあるけどな。逆に。だから30超えてくると、その男女で子供欲しい人のうち、子供いらんっていう女性が、すごい比率が増えてくるって。確かにな。でも、マッチングアプリとか結婚相談所やったと、その男の方は子供欲しい人ばっかりやから、なかなか。マッチング戦、どこでも。マッチング戦らしいよ。ああ、そう。子供がおる人たちは、税金もらえる側になるわけやから。だから俺らも結婚するっていうか子供を作った方がいいんやろうな。税金の元を取るっていう意味では払った税金を取り戻すためにはな。確かにな。まあそう言ってね、簡単に結婚、出産、子育てができたら苦労せんけどな。確かに税金取り戻そうっつって子供作るやつはおらんわな。おらん。少子化対策は大事やけど、もうちょっとな、独身にも納得するような制度構築してほしいなと思うね。いや、ほんとそうよ。全面支援せるとは言わんけど、たまにはそういう独身に気を当ててほしいわ。今の税制上削除されるばっかりやから。そのうち独身デモとか起こるかもしれんな。独身でもあったら参加するかな。そういえばゲイの人がすごい不満をつらつら書いとるネット記事を見たわ。結婚に対して。ゲイカップルやと子供絶対作れやんからな、独身税なんて取ったら俺たちは払うしかないみたいな。確かにな。そういう人ら問題も出てくるよな。そんな感じで今回は2026年度から始まる独身税について取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新しているので読んでくれたら嬉しいです。